こんにちは、東京ベジライフです。今日は先日畑で収穫したハーブを使って保存法やレシピをご紹介しながら、馴染みのないハーブを入手した時に活用するコツやアイディアをシェアしていきます。あと今日は TBL 初の視聴者プレゼントをご用意しています。動画の最後に応募方法をお知らせしますので Stay tuned! ファーマーズマーケット、家庭菜園の収穫やお裾分けでフレッシュなハーブが手に入ったら、保存法、相性のいい食材やお料理などを調べましょう。育てた方やハーブに詳しい方に聞いてみたり、ネットで情報収集してもいいですし、ハーブに興味がある方であれば、ハーブの本を購入するのもいいですね。今回収穫したフレンチタラゴンは、スーパーなど普通のお店ではなかなか見かけないハーブです。私も実は初めて手にしましたが、畑の先生からタラゴンは香りが飛びやすく乾燥に向かないと聞いていたので、生のままお料理に使って使い切れない分は酢漬けとオイル漬けで保存することにしました。ハーブをお料理に使うときは相性のいい食材を調べるほかに、自分でもしっかり香りを嗅いで少しかじって味や風味を感じましょう。どんなお料理に合うか想像しながら食材を選ぶと、お料理が楽しくなるだけではなく、お料理の腕も上がりますよ。ハーブの初心者の方や初めて使うハーブでお料理をする場合は、なるべくシンプルなレシピで、他のハーブは使わずにそのハーブの特徴をつかむのがおすすめです。今回のタラゴンは、まずシンプルにじゃがいもをバター風味のココナッツオイルと塩で和え、乾燥させてミルサーにかけたレモンの皮を散らして190度のオーブンで25分ローストし、熱々のうちに刻んだタラゴンを混ぜ合わせました。少し置いて味をなじませてからいただきます。じゃがいものローストはローズマリーと合わせることが多いですが、タラゴンは繊細かつエレガントな甘い香りと爽やかな風味で全く違ったお料理になります。ヨーグルトやマヨネーズをベースとしたドレッシングに加えてポテトサラダにしても美味しそうです。もう一品、タラゴンと相性のいいキノコとトマトでパスタソースを作ります。キノコは今回冷蔵庫にあった椎茸を使いましたが、マッシュルームやエリンギ、ポタベラなど肉厚なキノコが合うと思います。スライスした椎茸をオリーブオイルと塩でソテーして、ホールトマト缶を加え、少し煮込んだら刻んだタラゴンを加えて塩で味を整えるだけ。トマトソースというとイタリアンのバジルやオレガノがパッと思い浮かびますが、タラゴンも相性抜群。ラタトゥイユなどに入れても良さそうです。フレッシュのまま使い切れない分は酢漬けに。今回はリンゴ酢を使いましたが、白ワインビネガーや米酢でも OK。よく洗って布巾で水気を取り、傷んでいる葉などを取り除いたタラゴンを瓶に入れ、お酢を注ぎ入れます。蓋をして2週間ほど置いてお好みの風味になったら、中のタラゴンを取り出すか、お酢を別の容器に入れ替えます。保存は冷暗所か冷蔵庫で。マリネに使ったりスムージーに入れたり、スープに少し垂らしていただくのもいいですが、真っ先に試したいのはサラダドレッシング。タラゴンと相性のいいマスタードと合わせ、シンプルに塩とオリーブオイルのみで作りました。畑で収穫したルッコラ、フェンネルの葉、レモンバームにベランダで収穫したナスタチウムの花を添えて、
時間差で収穫した分はオリーブオイル漬けに。こちらも2週間ほど経ったらタラゴンを取り出します。タラゴンは入手できる機会が少なく、全く馴染みのないハーブでしたが、大好きになってしまいました。身近なハーブではバジル、ディル、ローズマリー、タイムでも美味しいハーブビネガーやオイルができるので、ぜひお試しください。タラゴンとは違い、タイム、オレガノなど気質の茎や硬い葉を持つハーブは乾燥にもってこい。もちろんサラダや和え物に入れたり、スープやソースに入れたりと生で使うのもいいですが、使い切れなかった分は乾燥させてしまいましょう。ハーブはよく洗い、布巾で水気を拭き取ります。乾燥用のザルなどに広げておくか、束ねて逆さにして吊るします。いずれの方法でも直射日光の当たらない風通しのいい場所に置きましょう。1週間ほど経って葉が砕けやすくなったら、葉を茎からちぎって密閉容器に入れて保存します。香りをお伝えできないのが残念ですが、市販のものにはない力強い芳醇な香りがします。市販されている乾燥ハーブは葉が砕けた状態で瓶詰めされていますが、葉を砕いた時に香りが放出されるので、お家で手作りするときは葉を砕かずに保存して、お料理に使う直前に砕くのがおすすめです。上質なハーブが揃ったらスパイスも合わせてスパイスミックスを作ってみましょう。今回作るのは中東料理に欠かせないスパイスミックス、ザーター、同分量のオレガノ、マジョラム、タイムを合わせて砕いたら、同分量のいりごまとスマックを加えて混ぜます。スマックは酸味のある中東のスパイスで、ザーターには欠かせない材料。ゆかりで代用してもいいですが、オンラインで購入可能なので、リンクを概要欄に貼っておきます。ザーターは以前の動画でご紹介したひよこ豆のディップ、フムスに入れたり、ケバブに入れたり、野菜にかけたりと使い方は様々。今回はまずフラットブレッドの風味付けにオリーブオイルと混ぜ合わせてペースト状にしたら、パンに塗ってトースターなどで焼きます。ハーブの香りとスマックの酸味、ごまの香ばしさが美味しくてどんどん食べてしまいます。ザーターペーストを使ってもう一品。塩少々を加えてサイコロ状にカットしたテンペをコーティングします。あとは油を敷いたフライパンでこんがりと焼くだけ。トースターやオーブンで焼いても大丈夫です。テンペの代わりに木綿豆腐や厚揚げでも美味しくできると思います。ビールのおつまみにぴったりですよ。いかがだったでしょうか。今日はハーブの保存法、レシピ、そして馴染みのないハーブを入手した時に活用するコツやアイデアをご紹介しました。今日ご紹介したこちらのスパイスミックスザーターと、以前の動画でご紹介したインドの炊き込みご飯ビリヤニ用のスパイスミックス2つをセットにして、こちらの動画をご覧いただいた視聴者1名様にプレゼントします。ただし発送の都合上、日本国内在住の方のみを対象とさせていただきます。応募方法はインスタ TBL アカウントの動画投稿のコメント欄に、ハーブやスパイスへの熱い思いとザーターをどんなお料理に使ってみたいかをコメントください。1週間後6月26日を締め切りとして、コメントをくださった方の中から当選者を選ばせていただきます。皆様どうぞふるってご応募ください。それでは See you next time!